こんにちは、ひとさくの中島です。今回はネイティブアメリカンデザインのライターケースを制作していきます。普段から工具としてよくお世話になっているライターなんですが、アウトドアや災害の時とか、いざという時のお守り感覚で持っておくのもいいと思います。型紙は無料でダウンロードできるので、よかったらぜひ制作してみてください。ラベルシールに印刷して厚紙に貼って型紙を制作するのが簡単なのでおすすめです。もちろん普通のコピー用紙に印刷して糊で貼っても大丈夫です。今回は小さいお財布を意識してデザインしてみました。日本では一時期コンチョのお財布がすごい流行ってたと思うんですけど、今は持ってる人も少し減ってきたのかなと思ってます。ちょっと寂しく感じますよね。コンチョが少し苦手だよっていう人にもサイズ感が小さいからか非常に喜んでもらえることが多いです。今回はオールドコインの5セントを使用しています。ライターケースのサイズ的にもバランスがいいですし、コインコンチョでは一番定番の5セントコンチョがおすすめかなと思ってます。日本人の目線で見るとオールドコインの5セントいいじゃんってなるんですけど、アメリカ人の目線で見たら他の国のコインの方が魅力的になったりするのかもしれないですね。こんな感じの角度がきつい部分はポンチで穴を開けておくとカットが楽になります。カッターは傾けないように切ることを意識してみてください。今回のように厚みが2ミリくらいの皮に刃を斜めに入れちゃうと結構ずれちゃうので意識してみてください。今回のライターケースは10年以上昔にデザインしたものなんですけど、今でもすごくお気に入りのデザインです。カットが終わったら金具や皮紐をつける穴を開けていきます。穴開けが終わったら小刃処理をしていきましょう。エッチャーで縁を削ったらヤスリで整えていきます。後から小刃を磨けなくなるところまで小刃処理しておきます。先に小刃処理しておく部分は動画を見ながら参考にしてみてください。だいたいこの辺まで小刃処理しておきます。ジャンパーホックの台を取り付けていきます。ジャンパーホックの足が打ち込んだ時に曲がってしまうっていう方が結構多いみたいなんで、時間があればそのうち動画で解説したいと思います。根性が緩い場合は皮をくり抜いてワッシャーを作ってみてください。外径は 12mm のポンチを使用しています。内径は 4mm で開けてます。ネジ式の根性は使ってるうちに緩んできてしまうこともあるので、ネジの緩み止め接着剤を使うのもおすすめです。ボンドで接着していきます。自分はこういう小物を作るときは酢酸ビニール系のボンドを使うことが多いですが、大きいものを接着するときは乾いてもいいゴムのりなんかも非常に便利ですよね。どちらが正しいとかはないので、用途に合わせて使いやすい方を使ってみてください。この部分ははみ出たボンドを取り除いておきましょう。乾くまで休憩しましょう。撮影しながらだと普段と違う変な体勢になったりするので、かなり手がプルプルしてますね。今回、型紙の縫い穴の印は 5mm ピッチになっています。自分はひし切りを使ってますが、このあたりも好きな工具を使ってみてください。ひ
し切りが硬くて難しい方は、こんな感じで両手でやると簡単です。自分の手がミシンになったと思って、とにかくまっすぐ刺すのを意識してみてください。では、縫っていきましょう。最後は縫い目2つ分戻って、ライターで焼き止めしていきます。はみ出ているボンドを削ぎ落とすのは、革包丁が一番早いのでおすすめです。コバがずれてないのであれば、ボンドを削る程度で大丈夫です。自分がお気に入りで使っている木工用のヤスリなんですが、持ちやすいし、力も入れやすくて、すぐ削れるので重宝しています。以上でコバ処理が完了です。最後に革紐を取り付けていきます。今回は鹿紐を使用しています。使用する紐の太さによって開ける穴の大きさとかビーズのサイズが変わるので、ご自身でよく確認してから準備してみてください。縛り方は非常に簡単なのですが、なるべく根元で縛った方が見た目もいいので、そのあたりだけ注意してみてください。あとはビーズを通して縛っておきます。紐は適当な長さでカットしておきましょう。以上で完成となります。ちなみにビーズは歯切れの皮でも簡単に作れます。3ミリ程度の厚みがある皮があれば一番いいのですが、薄い皮でも3つぐらいビーズを重ねたりすればいい感じになると思います。外径のサイズは8ミリで作ってます。中心の穴は3ミリで開けています。このままでもいいのですが、今回は赤に染色してみます。少し染料を垂らせば簡単に染めることができます。あとは乾くまで放置しておきましょう。こんな感じで仕上がりましたが、革のビーズもなかなかいいですよね。このライターケースを作るたびに初心に帰ったような気持ちがして楽しいです。ちなみにこのボタンが開くのはただの飾りです。意味がないからこそなぜかすごく気に入っています。皆さんもお守り感覚でぜひ持ってみてはいかがでしょうか。高評価とチャンネル登録、気が向いたらしてもらえると非常に嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。